こんにちは、ゆっくり雑談の時間だよ。今月も5スター物語についてネタバレなしで色々喋っていくぜ。ニュータイプ9月号で連載を読んだ人にとっては、言葉は不要って感じよね。びっくりするほど展開が早い。以前からトラフィックスターミナルでデコースとヨーンの因縁の決着がつくっていうのは明言されていた。でも、新章突入してから一切モヤモヤした展開なく、一直線に決闘に向けて動いていくとは思っていなかった。先月のあれを受けて今月のこれだからな。だって当日のうちどころか、アマテラスの宣言の直後に合流して動き始めてるんでしょ。本当に展開早いわよね。それにこれまで何年にもわたって書き続けてきたミラージュ騎士たちのほぼ全員に触れ、役割や出番が割り振られているのもすごい。全力で盛り上げている感じがする。そうよね、ある意味では最近のハンター×ハンターっぽいわよね。一つのシーンで登場するキャラクターの限界数に挑戦するって意味なら、何せ今回は参加するミラージュ騎士団員だけでも26人、さらにアマテラスとログナーと桜子だから30人近い。これだけでも動かすの大変そうよね。誰一人としてモブじゃないし、さらにゴーズ騎士団240人に、第1軍団24個師団、この絵軍団18個師団が参戦だ。そういえば命の水争奪戦でカステポーに来ていた AKD は何人だったかしら。新兵ばかりの不完全なこの絵師団1個、しかも空中戦車は数が足りてなくて12台しかなかったし、モーターヘッドはルンのシペルターだけ。途中でゴーズのブラッドテンプルが3機合流して、ヤクトミラージュも出たけど、今回と比べると全然だな。AKD ってこの絵師団だけで18個もあるの？前回とは全然比べ物にならないわ。これが AKD が表立って動いた時の戦力なのね。フィルモアが軍事国家だとか言うけど、国力としては絡み時勢にある国家の一つに過ぎない。デルタベルン全部を支配している AKD は別格だと思うぜ。カステポーの時もフロートテンプルのエネルギーがなくなっていなければ、そして編成する時間があれば大軍団でアマテラスを探しにやってきただろう。もしも完全充足だったら圧倒的戦力差に、パイドパイパーもろともシーブルの傭兵部隊は外周一色で滅ぼされてたと思うぜ。物語の視点が入れ替わって、巨大な AKD を相手に少数精鋭のシーブルが、どうやって命の水をゲットする確信するって線があったかもしれない。でも、そうならなかったから死闘になったのよね。そうそう。だから今後の展開が楽しみだ。でもこんなに巨大な状況って書けるのかしら。だって、バッハトマとか黒騎士側だってあるでしょ。そういう意味でもハンターっぽくない？確かウプ主が先月書いた記事の中にハンターもあったわよね。あった。新刊発売前におさらいするみたいなテーマだったな。複数のキャラクターが同じ時に違う場所で活躍するのを書く。しかもそれが関連しているっていうのは相当にレベルが高い演出技法。富樫先生はそういう複雑な状況を書いているって話だな。富樫先生と長野先生って物語の作り方とか画風とかは全然似ていないけど、やろうとしていることは似ている気がするのよね。主人公とその身の回りだけを描くのではなく、巨大な状況を描こうとしているような気がするわ。二人ともデジタル化していない作家っていうのも似てる気がする。確かにそうだな。でもそれはお二方だけに限った話じゃない。ダンジョン飯の原作漫画の最終展開も、かなり各陣営の思惑が入り組んでいて、キャラクターの数も多く、しかもめちゃくちゃ個性的だった。似ているというより、構成力のある作家にしか巨大で入り組んだ状況を書くことはできないってことだと思うぜ。良い悪いは別として、駆け出しの作家が主人公が何をしました、そうしたらこうなりました、次はこうなりましたっていう作劇手法しか選べないのと一緒だ。ああ、なるほどね。それに富樫先生の場合、キャラが多いと言っても、突然大量に出てきた王子やその護衛、マフィアたちが感情に入っている。どいつもこいつも反社会的人格者ばっかりで、異様な存在感があってキャラが立っているから、水増しとまでは言わないぜ。でもダンジョン飯や5スター物語のように、何年にもわたって書き続けたことで厚みがあるキャラクターと比べるのは、少し、もにょるところがあるな。そうね、多くのキャラを動かせたら偉いってわけじゃないものね。それに富樫先生は週刊連載の作家だから、素早くキャラを立てるスキルを持ってる点も違うと思うわ。それでトラフィックスターミナル、この後どうなると思う？どうなるって、まあおそらくだが、いくら展開が早くても年内には終わらないだろう。来月再来月で下準備、11月の連載で激突かな。だから、なんだかんだあと100ページくらいあると思う、根拠はないが。そして、まさに一騎打ちの盛り上がっているところで、新刊発売の告知が来ると思っている。まず間違いなく年内だと予想するぜ。ああ、それ私は夏頃に新刊告知だと思ってたけど、これってハッキングのせいかしら。角川のハッキング騒ぎであちこちダメージがあったわよね。ニコ動は復活したけど、これって角川系列の作品展開に影響ってないのかしら。そりゃあるだろう。
せっかくの新刊なのに準備が万全だったらもっといろんな告知をしてもらえた。マーケティングできたっていう嘆きは、SNS のサッカーアカウントでいくつも見かけたぜ。角川の社員はもちろん、作家にも大きな被害があったと思うぜ。だから霊夢が言ったように、もしかしたら、長野先生にも影響があったかもしれないな。そうよね、無関係なはずないわよね。でも長野先生は原稿をデジタル化していないから、ハッキングには強そう。原稿データが消えるとか、書きかけの原稿が消えたっていうのはないだろうぜ。今時珍しいアナログ作家だからな。デジタルとどっちが優れているなんて話はしないが、やっぱりアナログにこだわる作家にも残ってほしいよな。他に今回も5スター物語の連載はいろいろ細かい描写があって、取り上げたいのだけど、どうしてもネタバレになってしまうのでいつも通り限定で。興味がある方はぜひ見に来てね。さて、とりあえず今回はこんなところかな。今月も大盛り上がりの5スター物語。現在進行中の展開だが、残念ながら私服の問題で次の単行本には収録されないと思われる。単行本派の方がこの話題に乗れるのは、もうちょっと先になってしまうかもな。いっそ連載を追う、とか、収支買いした方も多いようだぜ、といったところでこの動画は終了。ここまでご視聴いただきありがとうございました。良ければチャンネル登録や高評価いただけると幸いです。それじゃ、またねー。